こんにちは、さとみです。今回もニューヨークのお土産を紹介していきます。前回の雑貨、観光スポット、美容編はご覧いただけましたか？まだの方はそちらもぜひ楽しんでくださいね。今私の目の前に置いているのは前回ご紹介したマグカップやお皿、ランチョンマット、こちらでお昼ご飯を食べようと思っているところです。私もこの食事を楽しみながらお土産を紹介していきますので、皆さんもぜひお食事などのお供にこの動画をお楽しみください。今回の動画でご紹介していくのは、ニューヨークでは定番のトレーダー・ジョーズ、ゼイバーズ、TJ マックスなどスーパーをはじめとした手軽に手に入るアイテムをたくさんご紹介していきたいと思います。まずはトレーダー・ジョーズ。日本人にはトレジョと略されていますが、トレジョはアメリカ全国に展開しているスーパーマーケットです。オリジナル商品もたくさん扱われているんですけれども、全体的に価格がお手頃で、私も最も大好きなスーパーです。お土産のど定番で日本でも本当によく目にするトレジョのトートバッグ。こちらのミニトートは昨年2024年に発売されたもので、発売と同時に売り切れてしまうほど大人気で話題になりました。その後もパステルカラーバージョンのミニトートも発売しましたが、予告の段階から注目されていて、発売当日には購入制限をされたりしていました。このミニトートに出会えるかは運次第なのですが、こちら以外にも可愛くてポップなトートバッグがお手頃価格で手に入るのがトレジョのいいところ。地域やお店によって扱われている商品も違うので、ぜひいろんな店舗に行ってみてくださいね。チョコレートがかかったプレッツェルのお菓子。こちらはダークチョコレートですが、ミルクチョコレートもあります。甘いチョコレートとしょっぱいプレッツェルで永遠に食べられちゃう。そして同じシリーズでミルクチョコレートでコーティングされたピーナッツバター味のプレッツェルもあります。プレッツェル×ピーナッツバター、ザ・アメリカなコンビネーション。食感も普通のプレッツェルと違うので、甘いものが好きな方はぜひ試してみてくださいね。ちなみに個包装のものも配りやすそうでおすすめです。限りなくティムタムのチョコレートサンドイッチクッキー。意外性はないですが、このお菓子のいい点は箱がスーツケースに収まりやすいところ。スナック菓子は場所を取るので、限られたスーツケースのことを考えるとあまりたくさんは買えないですよね。そんな時、これなら 3.29 ドルという安さで買えるレギュラー商品なので、とってもおすすめです。誰に配るか決まっていないお菓子こそ多めに買っておきたいもの。私も何度買ったかわからないくらいこのお菓子にはお世話になりました。秋の時期だけ販売されているサンドイッチクッキー、ピーナッツバター味とウベ味があります。酸っぱいグミ好きさんにぜひ食べていただきたい。ハロウィンのパッケージのグミ、アメリカらしい毒々しい色味が逆にいいですよね。ばらまきに良さそうなチョコレート、ヌガー&キャラメル、ピーナッツ&キャラメル、キャラメル&ウェハース、ヌガーの4種類が入っています。次にご紹介するのは酸っぱ辛いスナックお菓子。有名な海外の YouTuber の方が紹介したこともあり話題になっていて、私がこれを買った時には専用の棚があるくらいたくさん売られていました。私はおばに頼まれてお土産として買ったのですが、実際食べてみるとかなり酸味が強くて一口で十分でした。でも酸っぱいもの好きのおばは美味しくて癖になると食べていたので、好きな人には刺さるスナックだと思います。続いては何の変哲もないジャム。でもラベルがナチュラルな感じで好みなので、ジャム好きの父へのお土産として買いました。2つ目にご紹介するのはゼイバーズのアイテムです。ゼイバーズはアッパーウエストサイドにある老舗スーパーで、
アッパーウエストは高級住宅街なので、このエリアに住む生粋のニューヨーカーたちが通う昔ながらの味のある老舗スーパーです。オレンジ色のロゴが可愛くて、オリジナル商品には思わず手が伸びてしまいます。こちらの鍋敷はニューヨークに遊びに来た友人が帰国後に追加で買ってほしいと頼まれたくらい、人にプレゼントするのにちょうどいいアイテム。同じ柄のトートバッグや鍋つかみもあります。同じく旅行で来た友達が気に入ってリピートしていたのは、種類豊富なコーヒー豆。職人さんのようなこわもてのおじさんたちが慣れた手つきでひいてくれます。だいたい1パウンド約 450g で14ドルくらいというコスパのいい商品です。私もニューヨーク生活の後半はずっとゼイバーズのコーヒー豆ユーザーでした。さてさて、またしてもジャムです。あまり個性は出せませんが、ジャムは見た目が可愛いことが多いので、私自身もらったら嬉しいです。なので結構お土産にしていました。3つ目に紹介するのは TJ マックス。日本でいう島村のような洋服や雑貨が本当に安い価格で買うことができるスーパーです。とにかく品数が多くて入れ替えが激しいので、行くタイミングや店舗によって手に入るものも違います。なのでいろんな店舗に足を運んでみることをおすすめします。TJ マックスはいい意味で値段の付け方がおかしいので、本来の価格よりもかなり安い値段で買うことができる場合があります。例えばこのジョバンニのアウトバスヘアセラムは日本で買うと3000円超え、アメリカの他の取扱店で買う場合でも12ドルくらいする中、なんと TJ マックスでは驚きの9ドル、日本円に変えたら1300円。ニューヨークに住んでいる時はシャンプー類もずっとジョバンニを使っていました。お土産として持って帰ることを考えるとヘアセラムがコンパクトでおすすめです。ちょっとした来客に使いやすい紙ナプキン、季節やイベントに合った絵柄が種類豊富に売られるので、好みの柄を探すのも楽しいです。スーパー4つ目はターゲット。こちらも安くお買い物ができるスーパーで、店舗数も多いので気軽にお土産を買う場所としておすすめです。ドラッグストア的な要素もあるので、旅中に日用品が急に必要になってしまう、例えば絆創膏だったりお薬などが必要になった場合など、緊急事態での駆け込み寺としても押さえておくといいです。ターゲットのオリジナル商品というわけではありませんが、バレンタインの前の時期に発売するリンツのストロベリーチョコレートやグラデリのクリームブリュレチョコレートが私のお気に入り。好きすぎて帰国後も食べるようにたくさんストックを買いました。バレンタイン商品として毎年1月上旬ぐらいに発売されますが、2月の上旬にはもう売られていないので、見つけたら早めにゲットがマストです。チョコレートでココナッツがコーティングされたアンリアルのダークチョコレート味、ココナッツ好きな人にはきっとツボ。私の母の好物なので2つ買って帰りました。歯磨き粉はアメリカから日本へのお土産として結構定番ですね。アメリカの歯磨き粉には日本では認められていないホワイトニング効果を高められる成分が入っているため人気だそうです。コルゲートも人気ですが、私個人的にはクレストの味の方が好みです。以上、スーパーを4種類ご紹介しました。ここからは少しおまけのコーナーでご紹介していきたいのは専門店です。どうぞ。グリーンポイントにある紅茶専門店ベロック。少し入り口が分かりづらいですが、この外側からの雰囲気も含めて素敵。中に入ると日本人が好きそうな雑貨や数々の紅茶がおしゃれに並んでいます。
お願いすれば試飲もできるので、好みの紅茶を見つけましょう。私は最もスタンダードなベロックブレックファーストを選びました。この鮮やかな黄色の缶がベロックの特徴です。セックス&ザ・シティで有名になったマグノリアベーカリーのバナナプディングは滞在中に必ず食べていただきたいです。さらに帰国した後でもバナナプディングを味わうことができるクッキーもぜひ一箱買っていただきたいです。クラシックバニラ、チョコレートチャンク、コンフェッティ、そしてオートミールレーズンのフレーバーがあります。ニューヨークといえばテイツのクッキーも有名ですが、テイツがサクッと軽めなクッキーなのに対し、マグノリアベーカリーのクッキーはしっとりめです。ちなみに私はマグノリアベーカリーのクッキーの方が好み。皆さんのイメージ通りしっかり甘めのクッキーなので、ぜひブラックコーヒーや紅茶と合わせてお楽しみください。おまけコーナー最後のアイテムは、プラダを着た悪魔に登場するアメリカンクラシックなレストランバビーズの看板商品のパンケーキを再現できるパンケーキミックス。とってもボリューミーなのにふわっと重くなくて美味しいバビーズのパンケーキがお家でも再現できるなんて幸せすぎる。お菓子作りが好きな方へのお土産としていかがでしょうか。最後は愛犬へのお土産です。旅行には一緒に来られないワンちゃんへお土産を買っていってあげませんか？一緒にニューヨークに行くことは叶わなくても、ニューヨークのものを身につけてもらうだけで一緒に旅行に行った気分になれるはず。アッパーウエストとアッパーイーストに店舗を構える老舗ペットショップ K9 スタイル。高級ペットショップというだけあり、外観からドラマや映画に登場しそうなおしゃれな雰囲気が漂っています。犬や猫に関わる商品を幅広く種類豊富に取り揃えられています。気さくで丁寧に対応してくださる店員さんに愛犬・愛病の話をすれば、きっとぴったりのアイテムをおすすめしてくれます。私はテトにお出かけの時につけられるチェックの蝶ネクタイと K9 のオリジナル商品であるコートを購入しました。ボタンのところがロゴマークになってるのがかわいい。そしてもう一つおすすめの店舗は、スタイリッシュなシューズで有名なバグウェア。日本にも進出してきているのですが、日本では1セット1万円近くするところ、アメリカで買えば55ドル、8000円しないくらいで少しお安く買うことができます。テトは以前履いていた靴はすぐ脱げてしまいましたが、バグウェアの靴は脱げないのでとても気に入っていて、夏用と冬用と2セット買い足してきました。それくらいおすすめです。店舗はユニオンスクエアのすぐ近くで立地もいいし、店内が可愛いのでぜひ行ってみてください。最後は街のペットショップペトコやアマゾンで購入することができるおもちゃです。テトがとってもお気に入りなので、もともと持っているものに追加して購入してきたものです。この鍵のおもちゃはベーコンのフレーバーがするそうで、ワンちゃんはみんな夢中でカミカミ。ニューヨークでワンちゃんを迎えた友達の大半がこのおもちゃを最初に買っていて、みんなハマっていたのでおすすめです。そしてこの犬のぬいぐるみはよくある普通のおもちゃなんですが、テトが我が家に来た時に一緒にやってきて、
とにかくこのおもちゃがテトは大好きなので、アメリカにいる間に2つストックを買っておきました。最後までご覧いただきありがとうございました。今回ご紹介したアイテムは実際に私がお土産の定番として買っていたものも多いですが、日本からニューヨークに遊びに来てくれた友達が買っていたものもたくさん含まれています。実際に観光した人が魅力を感じて買っていっているものなので、本気でおすすめできるものになっていると思います。皆さんがニューヨークに旅行へ行くときに参考になれば嬉しいです。気になるアイテムや質問がありましたらぜひコメントしてくださいね。またインスタグラムでは毎週の動画のアップ情報をお届けしています。 YouTube のコミュニティも毎週頑張って更新していますので、ぜひ覗いてみてくださいね。次回の動画はドミニカ共和国のオールインクルーシブホテルに宿泊した時の Vlog をお届けする予定です。ぜひ楽しみにしていてくださいね。ではまた次の動画で。バイバーイ。